い、しおりです。今日もご覧いただきありがとうございます。今日はおたふく美人講座2016年12月号です。第15回可愛がられる猫の振る舞い。猫の眉間にデコピンの指を差し出すと、普段からデコピンされている猫はふーと怒り出しますが、デコピンをされたことがない猫は特段反応がなく、指にすり寄ってきたりします。それを見ると、この猫は大切にされているというのが分かり、デコピンをされるどころか、いい子いい子と撫でてもらったりすることになります。一方で、ふーっと怒った猫は、どうせいつもされているんだろうとそのままデコピンをされ、ますます怯えて怒るという負のスパイラルが続きます。これは猫だけでなく、私たちも同じこと。彼が忙しかったり、そっけなかったりしたときに、過去に男性に辛い思いをさせられたことが多かった場合、あなたもそうなのねと彼以外にされたことまでひっくるめて過剰に反応してしまうことがあります。その反応を見れば、それまでどんな扱いをされてきたかが一目瞭然。みんなが大切にしているものは大事にされるのに対し、普段から雑な扱いをされているものにはつい自分もそうしてしまうのが人間の弱さ。だからこそ悲しい連鎖を断ち切るために今の彼と過去の出来事を分けて考え、自分は愛されて大事にされる女性だというセルフイメージを持って行動することがとても大切です。猫にしてみても、違う、彼にしてみても、どうせそんな人でしょと反応されるのと、信じてもらうのとでは、その先の行動が大きく変わっていきます。さまざまな出来事に対する自分の反応を見つめて、意識や発言、行動を変えていくことで現実が動きます。起こる出来事は変えられなくても、それにどう反応するかは自分で決められるのです。愛されていて自信のある女性ならどう反応するか、必要のない恐れや怒りを抱いていないか、一つ一つ丁寧に向き合い、デコピンを撫でる手に変えられたら、猫可愛がりされる人生になること間違いなしです。ね、これみんなそうやんなって思わはると思うんですよね。あるあるって感じですよね。ね、なんかこの前何で読んだんかな、愛される準備ができている人みたいな書き方をしてあって、接客業ってすごいそれが結果と結びつくなって思うんですけど、前も言ったと思うけどね、どうせあなた悪いお客さんでしょみたいな態度で最初から、はい、こちらでございますみたいな言い方しはる店員さんやはるやんね。もう絶対その人お客さんとしょっちゅう揉めますよね。で、まあそういうなんていうの、表面的な接客じゃなくって、例えばお座敷とかで本当にこうじっくりお話とかする場合に、やっぱり人気のあるお姉さんとかってもうお客様によくされ慣れてて、それが当然ってこう偉そうな感じじゃなくてね、よくしてくださるのがスタンダードという佇まいがこう漂ってるんですよね。だから自分もそうしないと恥ずかしい。この芸者集にあなたその程度なのと思われたくないみたいなこう闘争心をかきた闘争心っていうか、まあ認めてほしい気持ちをかきたてるようなところがあるんですよね。それを悪く使わはる人もいれば、なんていうのかな、お客様とのいい関係を作るために自然とこう出てはる人もいるしね、いろいろやけど、やっぱりその人が普段例えばお客様というものに対してどういうふうに思ってるかとかっていう、こっち側の想念にお相手の方が反応して現実が作られていくということがあるなって思うんですよね。でこれ頭で分かってんのと現実でやっていけることはまた別やけど、この回はね、私もすごいよく覚えてて、お手紙いただいたりメッセージいただいたり切って持ってますって言ってくださる方がいたり、なんかきっと真理やなと思ってるんですよね。だからうん、自分も忘れかけて、まあ子供とのこととかね、どうせあんたはこういうことするんやろうみたいな態度やけど、違う、私はとってもいい子のお母さんみたいな、あなたのこと信用してるわみたいな態度で頑張ろうと思います。はい、今日はそんなお話でした。お聞きいただきありがとうございました。また。